漫画「機動戦士ガンダムラストホライズン」は宇宙世紀の一年戦争を舞台にした作品です。連邦軍マッカラン基地へ赴任してきた主人公レオ・バルナークが戦力の乏しい環境下でも知略を巡らせ、強力なジオンのガンダムラストと渡り合っていく本格的なミリタリー要素が面白い作品です。またガルマザビの恋人だったイセリナ・エッシェンバッハの遺体をめぐって繰り広げられるヒューマンドラマなど、非常に濃密なストーリー展開も魅力となっています。今回はそんなラストホライズンについて紹介させていただきます。まず本作の時間軸は一年戦争中、ホワイトベース隊がガルマを撃ち、その恋人イセリナも亡くなった後の世界です。物語は連邦軍のマッカラン基地へ主人公レオ・バルナークが新隊長として赴任してきたところから始まります。ベビル将軍の命を妻に持つレオは当初赴任先の隊員からコネで任官された隊長と懐疑的な目で向けられていましたが、その知略を巡らせた作戦で次々に戦果を上げていき、一気に部隊からの信頼を獲得していきました。そんなある日、捕虜にしたジオン兵からザビ家直属の親衛隊がザビ家の宝の手がかりを持つ人物アルベルト・ギーゼを血眼になって探しているという情報を入手します。その直後に命令された鉄道基地の防衛任務にてレオは漆黒のガンダムラストと快適しました。従来のモビルスーツとは比べ物にならないほど高速で動き回り戦場を蹂躙するジオンのガンダム。そしてそのパイロットはレミア・ララン、イセリナの親友でした。そんな彼女の目的は親友の敵である連邦の白い悪魔ガンダムを撃つこと。そんなレミアの部隊にある日、新隊長としてザビ家親衛隊の一人テオグランが着任します。テオも他の親衛隊と同じくザビ家の宝を探して地球へと降りてきたのです。その宝とはイセリナの遺体と遺体が宿したガルマの子供、つまりザビ家の血を引く赤ん坊でした。イセリナは完全に脳死状態となっていたものの、肉体は生きた状態で冷凍保存されており、体内に宿った子供も存命していたようです。主人公レオもイセリナの父であるエッシェンバッハの亡命任務でその事実にたどり着きますが、遺体を狙う親衛隊の妨害もあり、エッシェンバッハはジオンに囚われ、遺体は自己保身に走ったギーゼによって持ち去られてしまいました。しかしエッシェンバッハからとあるデータとイセリナの遺体奪還を託されたレオは、その後もザビ家親衛隊との激しい戦いに身を投じていくことになります。そんな本作では歴代シリーズの中でもかなり異質なガンダムが登場します。それがラストです。露獲した連邦軍機とダッシュしたホワイトベース隊への補充部品を用いて組み上げられた機体で、頭部はカタツノのガンダムヘッド、陸戦型ジムのような胴体、脚部や右肩アーマーなど足りない部分にはザクの部品が流用された連邦とジオンの継ぎはぎモビルスーツとなっています。漆黒のカラーリングと頭部の左側のみに装着された3本角が特徴的で、作中ではカタツノとも呼ばれていました。もともとは仮想敵機としての運用を想定されていたものの、模擬戦で高い評価を得られたため実戦での評価試験へと投入されています。あくまで補充パーツで組まれた継ぎはぎ機体ですが、ガンダムの名を冠するにふさわしい高い機動性を誇っています。武装としては格闘専用のナイフが2本、頭部右側にはバルカン砲、状況によってはザクマシンガン、ザクバズーカも装備します。中でもジムの装甲をたやすく切り裂くナイフは本気を象徴する武装であり、作中ではその機動性を生かして敵に照準を決める暇も与えずに接近し、ナイフで敵機の頭部や腕部を的確に切り落として戦闘不能に追い込む姿が見られました。一方でRX78 の2ガンダムに採用されているルナチタニウム製の複合装甲材は使用されていないにもかかわらず、ガンダム並みの運動性能を発揮するため、装甲を戦闘兵器としてはありえないレベルまで薄くして機体を軽量化しています。そのため装甲はジムより薄くなっており、鉄道基地での戦いではその弱点を見抜かれ、威力の低い榴弾で無力化される場面も見られました。なお鉄道基地での戦いの後、露獲した無傷のジムのパーツを用いて損傷箇所以外のパーツも連邦製に換装したことで出力がわずかに上昇しています。パイロットのレミアは地球に創設されたジオンアカデミーの1期生で、アカデミーではトップの成績を収めた実力者です。実戦経験の少なさから敵の策略を看破できず、
窮地に陥る場面も見られますが、持ち前の操縦技術とラストの性能を生かして、連邦のエース級パイロットとも互角以上に渡り合っています。このように、量産機を凌駕する機体が少なからず存在する漫画ラストホライズンですが、本作の魅力は、そんな戦況を一気で覆すワンオフ機の活躍ではなく、むしろ、モビルスーツの性能に頼らず、地形、機体特性、手持ちの物資といった、ありとあらゆるものを駆使して戦う頭脳モビルスーツ戦にあります。主人公のレオは、体力測定もモビルスーツ適性も D 判定をもらっており、兵士としての能力は決して高くありません。しかし、戦争が始まる前まで勤めていた大手商社で培った知識、対応力の高さで、モビルスーツに乗らずとも、部隊を巧みに導いていきます。また、ビジネスマンとして交渉術にも長けており、イセリナの遺体を輸送する運び屋の少女を買収し、仮にギーゼが裏切っても情報を流し続けてくれるよう仕向けていました。両商会ともつてがあるようで、作中では、つてを生かした部隊の物資補給を行っています。また、商社マン時代にモビルスーツを扱う会社の人間とも密な関係にあったようで、モビルスーツに関しては、パイロット以上の知識を有しています。第1話では、ザクが建設機械から転用され開発されたが、故に残された制御プログラムのバグを利用して、武器を手放すように仕向けて撃破するなど、商社マン時代の知識を生かして戦い、隊員たちからの信頼を一気に獲得しました。また、モビルスーツ戦では、61式戦車の電動がゆえの高い塗装性能を生かして、グフとザクを撃破するなど、大金星も挙げています。主人公が高性能モビルスーツに乗って、戦場を縦横無尽に暴れ回るという、いわゆるガンダムシリーズの王道展開はありませんが、パイロットとして優れていないからこそ、自身の使えるものは、全て使っていく姿は、戦場の泥臭さをより強調してくれているのではないでしょうか。また、舞台となる戦場が、新型機が次々に登場するような場所ではなく、補給もままならない北米戦線である点も、本作の本格的なミリタリー色を強めるのに一役買っています。レオが着任したマッカラン基地は、ナルマザビの死による混乱に乗じた反攻作戦で確保した基地なので、連邦の既存の勢力範囲ではありません。そのため、補給線も非常に不安定で、特にモビルスーツの修理は常に順番待ちの機体で溢れているような状況にありました。そのため、主人公を率いる部隊がまともな機体の修理を受けられないまま出撃する場面も見られます。一方で、資源が限られているからこそ、身の回りにある限られた資源でいかに戦うかという工夫も見どころです。鉄道基地の防衛任務では、倉庫の肥やしとなっていたガンタンクの 120mm 低反動砲を利用して即席の列車砲を作成したり、コンテナや鉄骨を利用して即席の防壁を築き上げ、ラストを迎え撃っています。さらに、レオの頭脳戦を支える現場の兵士たちの姿も本作の大きな魅力です。作中ではレオの起点で幾度も窮地を脱していますが、実際にレオの作戦を実行しているのはいずれも現場の兵士たちです。名もないキャラクターも多くいますが、一人一人が自身の役割に誇りを持ち、情熱を捧げている姿が描かれています。特に普段のガンダムでは焦点を当てられない工兵部隊にフォーカスした鉄道基地の防衛任務が印象的です。補給の要となる鉄道の補線作業や有線通信を行うためのケーブルの支守、さらにガンタンクの砲撃をサポートするスポッターなど、様々な兵士によって戦場が支えられているのが垣間見えます。また、モビルスーツの修理を行うメカニックや鉄道の整備を行う工兵など、それぞれが寝る間も惜しんでも作業を進める姿には、自身の仕事に対する矜持を感じられるのではないでしょうか。本来、主人公が狩るモビルスーツ戦がメインコンテンツであるガンダムでは、必然的にパイロットが主人公に据えられる傾向にあります。しかし、本作では、戦場を支える全ての人が主人公であるとすら断言できる濃密なヒューマンドラマがある点が特に面白いので、戦場の裏舞台作品が好きな方はぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。余談ですが、漆黒のガンダムラストはジャンクの寄せ集めという開発経緯からか型式番号は判明していません。胴体が陸戦型ジムで頭部がガンダムタイプなので、陸戦型ガンダムの頭部にジムヘッドを取り付けたブルーディスティニー1号機の逆バージョンということで、厳密にはガンダムとは呼べない機体とも解釈できそうです。今回はこれで以上となります。
チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。